日本史平賀朝雅とその後。平賀朝雅は舅と姑の北条時政と牧の方が牧氏の変で北条政子と義時に鎌倉から追放されると、京都に派遣された御家人に誅殺された。平賀朝雅とその後を詳しく見ていこう。平賀朝雅は青年は不明だが、河内源氏の武将平賀慶喜の二男として生まれた。母は頼朝の乳母、比企尼の三女である。源氏の名門出身の父慶喜は源頼朝に重用され、朝雅は頼朝の有志になっている。北条時政の強引な比企氏の切り崩しの一環として、時政と牧の方の間にできた娘と結婚している。そのため朝雅は比企氏の乱では北条方として戦って功を挙げ、京都守護に任じられた。伊勢と伊賀で平家残党による反乱が発生。守護の山内須藤常利が国外に追われる。朝雅は鎮圧を命じられ成功したため、伊勢と伊賀の国の守護に任じられ、さらに武蔵守にもなっている。朝雅は院の伝承人にもなって後鳥羽上皇に重用された。一方の牧の方は時政との間に政則が生まれると溺愛していた。義時が江間氏を名乗ったのも、牧の方が政則に北条氏の家督を継がせたいと時政に求めたためだと言われている。牧の方は平賀朝雅や政則を通じて朝廷とのパイプをさらに大きくしようと企んだのである。ところが政則は政務で上洛した時、16歳という若さで逝去してしまう。牧の方は悲嘆に暮れたが、側近として同行していた畠山重忠の嫡男重保の責任だと逆恨みしたという。1204年元久元年、朝雅は畠山重忠の嫡男重保と宴会の席で口論となった。朝雅はすぐに牧の方にこのことを伝えた。すると牧の方は時政に畠山親子に謀反の兆候ありと事実無根の虚偽を讒言するのである。武蔵の国を本拠にしていた比企一族を滅亡させた時政には、武蔵の国の留守所総兼業職として影響力を持つ畠山重忠が目障りとなっていた。さらに武蔵守の平賀朝雅にとっても、畠山氏の存在はまさに目の上の単行部的な存在となっていた。時政は渡りに船とばかりに畠山親子の討伐を義時に命じた。重忠の妻は時政の娘で、重忠と義時は同年代の義兄弟で気の合う仲間同士でもあった。武士の鏡と称えられた重忠に限って謀反などありえないと納得のいかない義時はその場を立ち去った。すると牧の方の兄時親が義時の屋敷にすぐに駆けつけて、牧の方がママ母だからそのような態度を取るのかと義時に詰め寄った。返答に窮した義時はついに涙を飲んで三浦義村らと畠山重忠の討伐に出陣したという。全く謀反の形跡がなかった
畠山親子は御家人たちによって簡単に討ち取られたが、時政のあまりにも強引な手法に御家人たちも辟易したという。比企氏と頼家を排して幕府の実権を握った北条氏は、次にママ母の牧の方と時政、それに対抗して先妻の子政子と義時が反目し合うという構図となった。畠山重忠の追悼はまさに5歳牧の方の先妻の娘婿潰し以外の何者でもなかったのである。朝廷に接近しようとする牧の方や友政と、朝廷の影響力を鎌倉から排除しようとする政子や義時と、一族内での熾烈な闘争が繰り広げられた。1203年建仁3年9月10日、12歳の実朝は政子の住む大御所から時政の名越邸に移った。ところがその5日後に、実朝の乳母である阿波局は牧の方の実朝への対応に不安があると政子に訴えている。そのため政子は義時と相談の上、三浦義村や結城朝光を派遣して実朝を再び政子の屋敷へ連れ戻している。鎌倉には牧の方と時政が将軍実朝を排して現地の名門出身の娘婿平賀朝政を次期将軍にしようとしているとの噂がまことしやかに流れた。真相は闇の中だが、義時と政子が時政と牧の方を追い落とすために流した虚偽の噂である可能性が極めて高い。時政は義時や政子に対抗しようと試みたが、大方の御家人たちは実朝を擁した政子と義時に加勢したため、誰も時政には従わず、ついに観念する。1205年元久2年7月19日、北条時政と牧の方は出家して、翌日には伊豆の北条へ自ら下校している。平賀朝政は26日、京都で山内須藤常利の子道元によって屋敷を囲まれ、山科に逃れたが観念して自害している。後鳥羽上皇は何を思ったのか、平賀朝政の首実験に参加したという。朝政が将軍になるために画策した形跡があったのかどうかは不明だが、朝政の後には義時の弟時房が武蔵守に任じられている。鎌倉の御家人同士の戦いが一段落すると、次には北条一族内部の果てしない覇権争いに舞台は移り変わっていくのである。